はい、多聞丸のこれ、多聞丸です。本日は、カンコレ前段作戦、E3 降、ノルウェー北岬沖北極海 PQ17 船団を護衛せよ。輸送第2ゲージ、パート2をお送りしたいと思います。なかなか、手強い海域になっていましたので、今日はね、この海域を、この輸送ゲージですね、攻略を達成していくとこまではやっていこうかと思っています。時間の方にして、そうですね、9時くらいまでには、完了したいなとは思いますので、それまでお付き合いいただけると嬉しいです。それでは、早速ですね、前回に引き続き、作戦の内容からおさらいしていきたいと思います。空母93、今日も初コメありがとうございます。今日も元気に、配信していきますので、よろしくお願いします。はい。今回も、同じ水上打撃艦隊での出撃となります。水上打撃艦隊の場合は、第2ポイントの出撃ポイントからの出発になりますので、こちらですね。そして、対戦マスの R を取って、ここもね、油断すると事故っちゃうんでちゃんと対策をしていきます。艦隊の、速力は統一、速力を高速にすることで S マスにとができます。そして、T マスに経由して、K マス。この T と K は水上打撃性になるので、しっかりね、命中させていくことが必要なのと、あとは支援艦隊で、できる限り被害が出ずにいければ、突破できますね。そして L マスに行ってから、今、能動分岐で、この吸収マスを通って P マスですね。ここもね、油断しちゃうと、大破しちゃうんで、ここも気をつけたいところです。ここを抜けていければ、W、U、そして最後に X ですね。こちらに行って、勝利以上で、輸送作戦は完了するということになります。それでは、早速出撃していきましょう。一応前回とは編成ですね、特別変えてるところはないんですけども、一応確認で出していきます。第一艦隊、グラフ・ツェッペリン、ガンクード、ジャービス、ジャーナス、コマンダンテストのゴトランドですね。装備の方はこのようになっています。この艦隊もクリスマスは祝うのだな。このシュトーレンも悪くないぞ。この国の潜水艦が作ったのか。やるな。シュトーレンの話出てますね。これ、ハッちゃんが作ったシュトーレンのことを言ってるんだろうと思います。クラフ・ツェッペリン、今回は、機関を務めていますので、艦上戦闘機、艦上爆撃機、艦上攻撃機のカットイン攻撃ができるような編成になっております。いいだろう。私が出よう。任せておけ。ガンクードには
低速ということがあるので、高速にできる装備に変更しているのと、主砲、そして水上偵察機ということになっております。主砲のこの16インチ3連装マーク7もね、回収していきたいなと思っているんですけど、なかなか、回収値が高いんでね。でも今回のボスもかなり強敵なので、できれば、もう2つか3つくらいまでは回収していこうかなとは思います。出番かな。まだいつでもいいや。そしてジャービスですね。駆逐艦は輸送艦隊と言いますが、ドラム艦搭載っていう感じになっちゃうんで、今回も、影の主役ということで、頑張ってもらいます。ハッピークリスマス。あ、ジャービス、そのケーキ私が提督に持ってこうと思ってたのに、もう。ジャーナスですね。ジャービスとジャーナス、セットで運用するのがほとんどなんですけど、大体ジャービスと絡んで、今回のね、クリスマスのボイスが入ってたりもして、非常に賑やかにしてくれて楽しい子ですね。装備はドラム缶と基準になっています。提督、私のクレーンは何か？コマンダンテストも、前回に引き続きの登場ですね。水上規模感ということもあって、輸送作戦では、ポイントね、高く取ることができるのと、ダイハツが積めるということ。速力だけがどうしてもね、回収しないといけないところなんで、これで、反対の、空をね、守ってくれるんで、期待をして出撃となります。そう？ならよかった。結構寒いのよ、あの格好。そして、ゴットランドですね。同じく、コマンダンテストと一緒でダイハツが積むことができますし、艦上爆撃機もね、水上爆撃機もね、積むことができるので、本当に器用な使い方ができます。以上6名が第1艦隊となっております。ここからは第2艦隊、リベッジオ、タシュケント、ベールヌイ、ガリバルディ、プリンツウィゲンにポーラブ、駆逐艦3、軽巡1、重巡2の編成となっております。装備は次のようになっております。リベの名前？南西の風って意味よ。知ってた？はい。リベッチュには、対戦値が高い子なんで、先制対戦攻撃ができるのと、あとは PT 対策の機銃と手法の装備という感じの組み合わせになっております。プリストブン。いや、同志ガングーとお酒はいいよ。飲みすぎじゃないか、まったく。ガンクードの方では、クリスマスのちょっとボイス、今出なかったんですけど、やっぱりロシアの子なんでね、お酒強いんでしょうね。私はちょっとお酒そんな強くないんで、あまりあれなんですけど、でも好きな人はやっぱり好きだもんですからね。それでタシュケントの装備には、4スロットの駆逐艦ということもありますので、装備ね、満載しております。PT 対策の、手法と機銃、そして、対戦対策として、水中単身機と爆雷ですね。どうしてもね、潜水艦対策しておかないと、思わぬダメージをもらっちゃうんでね、ここは、リベッチオとタシュケントに助けてもらおうと思います。この鶏肉には力を感じる。ターキーというのか。原章、ベルヌイですとね、今はちょっとロシアっ子になってますけどね、今回も
ダイハツと、機銃、そして手法ですね。輸送と PT 対策と、両面で活躍してもらいます。ほんとね、この子強いから、いつも切り札として使うんですけど、今回はこの回帰がちょっと手強いんでね、もうここから登板ということになります。私のモットーは従う。知ってるよな。知ってるよなぁとちょっと威圧的に言われても、ごめんなさい。そうよくわかってないんですよね。アリバルディ、軽準4冠なんですけどもね、この編成でいくと、対担当がちょっといなくなっちゃうんで、こちらの10センチ連装広角砲と、放射装置、そして対空電弾装備。スロットの方があるので、94式放射装置まで搭載してますので、対空ではかなり活躍してくれるだろうと。あとは、輸送ですね。そちらも兼ねてドラムタン2つの搭載になっています。クリスマスはやっぱりシュトーレンやレープクーヘンが楽しみ。美味しいよね。美味しい話をされるとお腹が空いちゃうんですけどもね。やっぱりドイツのカンムスはみんなシュトーレンとかね、そういった季節の料理、よく話してくれます。今回は従順はほとんど輸送にはちょっと関連すると言いますか、輸送作戦では護衛という役目を務めてもらいます。手法、そして水上偵察機に、プリンちゃんレーダーじゃないんですけど、不毛レーダー。基準もPT 対策ということでね、済ませてあります。ボーノフェーステ提督、クリスマスは楽しいですね。今日はいくら飲んでも大丈夫ですよね。コーラですね、いくら飲んでも大丈夫ということはないんで、ほどほどにしてもらおうかなとは思うんですけど、やっぱりね、この子、かなり独特ですね。単管で出撃した時もね、セリフが、なんていうのかな、本当に棒読みでこう出撃しちゃうんでね、一度聞かれると癖になる。そんな感じです。イタリア従順の特徴としては、皆さんもよく知っている通り水上戦闘機を積むことができますが、第二艦隊に搭載している場合は、ちょっと制空補助の役割が果たせませんので、野艇と照明弾、野戦の方にちょっと注視して装備してあります。以上6名ですね。これで水上第二艦隊での出撃をしていきます。道中支援には、朝風、海風の駆逐艦と、金剛、比叡、春名、戦艦部隊、そして宝生さんの計空母の支援をもらっての出撃ですね。だいたい今の、装備をしていくと、勝利を取れれば、もう8時になっちゃったか。ポトフのようなものか。なぜ皆で鍋を囲む？大砲、教えてくれ。どうやって食べればいい？時報が入っちゃいましたね。ポトフ、なんだろう。ちょっと後で調べておこうかな。すいません、ちょっと説明ができずに、ね。では、出撃をしていきましょう。作戦計画概要をご説明します。いつも忘れがちな基地航空隊ですね。この間もね、一回出撃し忘れちゃったあるのでね、ちゃんと忘れずに出撃を選んでいきます。今回はまだ制空争いをしなくて済むボスにね、
陸港産の、偵察機1の編成で十分ということになりますね。今回はこれでいけるんで、ここは大変ありがたいところではありますが、前段作戦では、第三行きましょうか。あ、いけない。支援出してない。危ない。うん。危ない。道中支援出してない。ダメだな。はい。こんな感じよ。はい。これで準備ができましたね。うん。ないなぁ。作戦計画概要を前段作戦第三作戦海域作戦要項です。航空母艦グラーフ・ツェッペリン出撃する。ね場所ね、皆さん。ね、トスに設定をして、一応 S 勝利を5回取れれば、というか、1回 S 勝利取れれば120程度は輸送ができますので、まあ最短ですと5回で終われるはずなんですけどね。そう簡単にいかないんで、前回ね、後半はかなりやられましたからね。でもね、今日はちゃんと突破させてもらいますよ。うん。リレを先頭に単獣人になって本気でいくよよしよし。攻撃まあ開始。奇跡ならね。行きましょう。私本当はちょっとしつこいのよ。経験心とかやっぱり怖いですね。逃しはしません。さあ行こうか。ちゃんと見てた？よしよし。これでね、ちゃんと対戦装備をしてないとね。4発飛んで来られると、誰かが持ってかれるときありますからね。どうしアドミラル。空色の巡洋艦がまた一番なのか？はい。では、最初のマスは攻略ということで、では次は水上戦闘戦に移行していきます。一生涯ソロプレイヤーさん、先日は、本当にね、せっかく来てもらったのにはすぐ終わっちゃって申し訳なかったです。今日は最後までお付き合いください。お願いします。はい。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。攻撃隊出撃。フォーバーズですね。支援艦隊。ここで一隻でも多くね、学べれば、よしよし、あとは熱球ね。もう熱球落とせればね、大丈夫なんだけど。ダメよ、ガンクード。かわされたか。危ない危ない。かわしてくれたね。なんとかね、先に熱球を落としてもらえれば OK ですね。これで大丈夫でしょう。うん。よし、いいぞ、畳み込め。やっぱり連合艦隊ですとね、命中率がちょっと下がっちゃうのが、ネックなんで、そう考えますとね、やっぱ空母の方が命中率が期待できるのも、致し方ないのかなと思うんですけどね。リベが一番だって。提督さん、褒めてよ。褒めてあげますよ。はい。続いて、水上戦になります。ここをね、突破して、一マス超えられれば、輸送作戦。今日の最初の輸送が完了できる。攻撃隊発艦始め。さあ、攻撃隊発艦始め。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。まずは、先制攻撃で、どれだけやらせるか。いいですね。ただね、従順の力球もね、本当にね、たまにと言いますか、よく抜いてくるんでね。
よし。畳み込め。攻撃開始。あとは、行きましょう。待つ。逃しはしません。いいですね。コトランドとコマンダンテストがね、この海域ですと、火力が出ますね。本当にありがたいです。何？この私の戦果が。そうか。何？気にすることはない。必然とはそういうものだ。提督さん、貴様、なんだその顔は。次も任せておけ。おー、何かね。これからお世話になるね。ここでまた来るとはね。ちょうど手法のところから旗が出てるのも、前回気がつかなかったんですよね。多分これにもなんか意味があるんだろうなと思うんですけど。でもね、ここは、進撃していきます。そして基地の、防空には全く無警戒なので、まあ今は仕方ないですね。さあ、こちらの空襲に行きましょなるほどな。う。ね、前回は最後にここで撤退をしてしまいましたけども、今回は、あの時のように、ちょっと、前回はね、この時だいぶ疲れてきてましたからね、よろしい。十分攻撃隊休養は発艦始め。取ってきたのでね、蹴散らすぞ。さあみんな、追い抜けていこう。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。開始だ。蹴散らすぞ。腕が鳴るね。みんな始めるよ。ですね。どうしてもね、防空となりますと最近は、アメリカ系準のね、あの子が非常に強力なんで、実戦配備されたグラーフツェッペ他の子がちょっと活躍できないんですけどもね、この戦果も当然の帰結だな。アトミねカル。全部の回復に使えるわけではないので、まあ、防空も他の子でできるということでね、そこを活かしていきましょう。さあ、ボスのマスの前で輸送の物資の揚陸を開始します。もうね、意外と S 処理取れそうで取れない、第2艦隊のPT 軍がね、かなり厄介なんで、そこを落とせるかどうかがかかっていますね。では、第4警戒航行ジョルスで戦闘開始です。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。地航空隊のみんな、だいぶ減らしてくれましたね。あとはもう艦隊の方々でね、攻略をしたい。行きましょう。可動機は全部出せ。ウェイ。うわぁ、痛快の後に反撃ですね。さすが手強い。攻撃開始。行きましょう。そうコトランド。逃しはしません。私、本当はちょっとしつこいのよ。あとは第2艦隊のね、全部出せ。 PT 軍をなんとかしたいんですけども、よし、いいぞ。よし、あとは PT と機関のみ。私、本当はちょっとしつこいのよ。行きましょう。攻撃開始。発艦始めましょう。オリバ1隻。PT 軍。プリンツナイスですね。当ててきましたね。これで、これは、リベ艦隊、攻撃態勢に移行です。
残るはと言ってる間に落としちゃいましたね。うん。今日の最初のボス戦は勝利ということで、みんな本当にお疲れ様です。皆さん応援ありがとうございます。何？この私の戦果が。そうか。何？気にすることはない。必然とはそういうものだ。貴様、なんだその顔は。次も任せておけ。次もガンクルド頼むよ。勝利か。いい響きだな。嫌いじゃない。そしてこちらは響きが、とどめを刺したんでしょうね。121ポイント。輸送作戦完了ですね。はい。アトミラール、艦隊が帰投した。よかったな。まあ、前回もね、作戦は後半かなり作戦計画概心要を霊してしまって、ご説明します。でも今日はね、十分休養してきてるんで、前回のようにはまずいの。補給は必要だ。いただきまーす。もちいただいとく。頑張ろう。もうちょっと修理。小さな損傷でも大きなダメージにつながりますからね。しっかり修理していきましょう。大した傷ではないが、一応な。提督、大丈夫。ほら。なんだ？気安いな。飛行甲板は私が常に管理している。心配はそれでは、2回目ね、出撃の方に移っていきたいと思います。まずは支援艦隊からして、こんな感じよ。そして作戦計画基地航空隊を出しての出撃ですね。第三作戦海域。私の選んでない。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。慌てない。もう十分ね、準備はしてるんだから、慌てる必要は全くないんですよね。本作戦海域はよろしい。この機動部隊は私が預かる。機関グラーフ・ツェッペリン、抜病する。そうです。機関はグラーフ・ツェッペリンで、艦隊を預かってもらってますからね。ね、安心して見ていきましょう。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。これでどうぞ。リレを先頭に単十字になって。エリートが入ってるけ、危ない。危ないなぁ。しかも TG 有利だったら危ないぞ。行きましょう。攻撃隊発艦始め。ちゃんと私見て。本当はちょっとしつこいのよね。だいぶ狙ってこられてましたね。ちょっと危なかったですね。駆逐艦に行ってたらちょっとまずかったな。でもね。あれ？ゴトが一番？だいたい最初の来撃っていうのは下の艦を狙ってくる傾向があるので、走行地帯弱い艦物は、なるべく、早い順番にね、置いておくと、最初の対戦の巣は、抜けやすいかなという、私の経験上の編成なんですけどね。では、続けて水上戦に行ってみたいと思います。敵艦隊発見か。よろしい。
攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。よし、食らいついた。仕留めてやる。よし、いいぞ。畳み込め。可動機は全部出せ。痛快だな。攻撃開始。行きましょう。本当はちょっとしつこいのよね。逃しはしません。シュート。可動機は全部出せ。痛快だな。よし、いいぞ。畳み込め。あ、定型人だったんだな。通りで当たらないはずだ。逃しはしません。まあ、この陣形だけはちょっと許されないんでね。ちょっと雷撃戦まで行っちゃうかな、これは。本物のな。本気で行くよ。南西の風。やった。縁起がいいよ。よし、余計。ない、危ない。とね、しれっとこう、ね、警戒陣持ってこられるあたりがね、やらしいですよね。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。あと見ろよ。私がラッキーガールですって。全然そんなことない。大丈夫ですね。では、続けて、水上戦に行きましょう。大丈夫かな。よし。では、続けて水上戦に移りたいと思います。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。はい。では、服従陣の水雷戦隊。出撃。フォーバーズ。なるべくね、相手の攻撃をする前に、弾数を減らしていきたい。支援来ましたね。これで半分はもう打ち取ることができましたね。わ、9、よし。そしてコーランドはちょっとかわされましたけども、も無事に抜けられましたね。みんな本当にありがとう。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。あと見ろよ。リベが一番だって。提督さん褒めて。はい、ここもね、飛ばして続いての空襲を抜けていかないといけませんからね。なるほどな。さあ、今度も、ガリバルディの対空カットインが出れば、かなりの確率で抜けることができます。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。攻撃隊出撃。フォーバー。よ実は結構最新鋭だぜ。本物のな。最新鋭のカットイン。いいですね。日艦隊。まあ、被害出てないんで、これはもしかすると、もしかするのかな？やりましたね。完全勝利。うん。やりましたね。それを実待ってい戦配備ました。されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。あと見ろよ。リベが一番だって。提督さん褒めてよ。ね、この段階で、こういう対空カットインができるようにしておかないと、今回は
ある程度感染が出せる状態からの戦闘なんでね、いいんでしょうけども、上空援護があまり期待できない状態で出撃する、そういった時にはもうこの対空で切らないといけない時が過去に何度もありましたからね。もうそういう修羅場はみんなくぐってきていますから、今回もね、最後まで戦いに行きましょう。では、出戦になります。戦闘開始。みんな頑張ってきてね。発艦始め。決裂ぞ。いいですね。これで PT 軍は2機落とすことができていますんで、いや3機。これは3機。よし、いいぞ、畳み込め。もうスカートがスースーしません。やるなぁ。やっぱりズボンにしとけばよかった。もう最低。痛快だな。有効かな。お願い。おお、眼空度が抜かれるか。この私がスキューもやるな。程度で沈むと思うな。逃しはしません。さあ、行こうか。シュート。クリティカルで持ってかれるとやっぱりきついですね。可動機は全部出せ。痛快だな。放線。よし。力也の初段は、ティタンが外れてくれたんでね。スキューが一発で戦艦の手法で、手法を抜いてくるとはちょっと予想外でしたね。これで第2艦隊は壊滅と。第1艦隊のだいぶ残っちゃいましたけどね。でも野戦で打ち取ってくれるでしょう。リレオ先頭に多重人になって本気でいくよ。こんなのプリンスがカバーしてくれましたけども、砂のタシュケントとベルヌイですね。貫禄の火力を見せつけてくれます。みんな、お疲れ様。これで、またね、2回目の輸送作戦が成功となりましたね。アトミラール。どうしアドミラル。空色の巡洋艦がまた一番なのか。いや、何度でも嬉しいものさ。原賞。はい、121ポイント取ることができましたね。みゆきだよ。よろしくな。はい、そしてみゆきの今ね、サンタクロースボスになっているので、初め見た時は誰だってなっちゃうんですけどもね。これでね、2回成功したので、あと3回。眼空度まさか一発で大敗に持ってかれるとは思ってなかったからね。これ予想なんですね。侮れないな。だいぶ汚れちゃった。なんだ。気安いな。飛行甲板は作戦計画概要まずはご説明します。基地航空隊をね、ちょっとお休みさせないと、ちょっと休憩をさせてからの出撃ですね。アトミラール、この艦隊もクリスマスは祝うのだな。このシュトーレンも悪くない。この国の潜水艦が作ったのか。
これだけ、休憩をしているときに、かつおぶしさん、どうも、こんばんはです。今日も見に来ていただいてありがとうございます。ちょうど今、戦闘が終わったところなので、休憩中でした。あとね、3回処理取れれば、第2ゲージ、突破できるんでね、ぜひ応援をいただければと思います。最初装備の説明の時に手法の回収しなくちゃいけないってちらっと話したんですけど、この16インチ3連装砲の MK7 プラス、GFCS っていうね、俗に言うアイワ砲なんですけども、本来、このアイワが装備することで、その能力が一番発揮できるんですけども、かつおぶしさん、第2ゲージ突破、頑張ります。頑張コメントありがとうございます。前回もね、できれば攻略しようと思ってたんですけど、ちょっと後半息切れしてしまって、今日のね、日に、準備してからの出演機となってます。はい。ほんとね、最終的には、回収値をマックスにすればいいということではあるんでしょうけども、これがなかなかね、回収素材も重たいんで、下の16インチ3連装砲のマーク7の回収がマックスの状態の方が、上のね、装備の回収してない状態よりも火力が高いし命中率も高いので、本当にこっちにしなくちゃいけないのかって言われると、こっちにしたからにはこちらもね、回収を上げなくちゃいけないというね、いうことなんですけどね。まだ 2までしかなってないんで、本来ですと、回収前のよりも性能がちょっと落ちてるような状態で、これをもうちょっと回収していければ、むしろしていかないとね、第4海域の戦闘力見たらちょっとさすがに、今のままでは、火力が足りないなぁとちょっと思っているところです。まだ時間はあるんでね。Twitter とかでも回収したら、その都度報告しようかと思いますんで、よければ見てくれると嬉しいです。はい、では、休憩はこのくらいにして、続けて出演をしていきましょう。こんな感じよ。基地航空隊もね、ご説明します。おそらく最終的には、今はこうやって回収値が熟練値がね、ついてるからいいんですけど、おそらくまた熟練の付け直しという作業がね、作業って言ったらちょっとあれなんでしょうけど、でも、やっぱり、熟練値を上げてないと、命中率もそうなんですけども、クリティカル率が断然違ってきますんで、確かに、支援艦隊、その他のね、友軍の応援も来てくれてるんで、突破もだいぶしやすくなってはきてはいるんですけど、いやー、ほんとね、最後は別格の強さを見せてくれますから、多分私放送した状態でやるときは、万全な状態でやるつもりなんですけども、安全で行っても倒せないときは、
すいません、もうまた電話してきますという感じの繰り返しになるのかなと思っちゃいますね。攻撃ましょう。攻撃隊発艦始め。でもね、やっぱりちゃんと見て確実にイベントをこなすたんびに弱点をね、評価してここまで来てるんで、あれ今回も多分、一番いや、絶対勝つつもりなんでね、私の故郷の偽装って時間はかかると思うんですけども、ぜひ最後までね、その瞬間を一緒に見ていただければなと思う次第です。そうは言ってもね、この海域だってそんな簡単ではないので、だから時は、ちょっと過剰なぐらいでもね、装備も、熟練度も、そして、今回出すカムスもね、このために、普段の任務をこなしてるわけですから。あと問題なのは資材がどこまで持つのかというところでしょうね。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。今回は、決裂ぞ。今までのイベント開始前の中では一番資材を僕用意してフォーバーいますので、多分途中で息切れすることはないとは思います。撃ち方始め。さすがに35万とかね、完走するつもりではないので、攻撃隊出撃。燃料はとにかくフォーバー最優先でね、集めていかないといけないし、私もちゃんと調べたわけではないんですけど、多分ボッキーもね、かなり使うんじゃないかと思うんで、実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。アトミラール。そうですね。鰹節さん、本イベの E4 の3は別格の難易度ですねと。そうですね。そうですよね。いつも最後は別格になってくるんでしょうけど、今回はまたさらに輪をかけて、別格な編成を持ってきてますんで、多分ね、勝利取るの無理だと思うんですよね。もうこれ言ったらなんですけどね。発艦始め。決裂ぞ。随伴艦の、2人3人くらいまで減らせればいいだろうと。最終的にはもうカットインで、3択でもない4択だろうとね。打ち抜くくらいの火力を備えられてれば、チャンスがあるんじゃないかと思います。でもね、そこまで行くまでに、取り付くまでにね、やることもありますしね。ツイッターでちょっと見た中では、とにかく、装備が重要であると。確かに、その通りですね。連動は、演習でね、少しでも上げることはできますけども、装備に関しては、やっぱり、いきなり急増で用意することは難しいので。この私の戦果が、そうか。何？気にすることはない。基地航空隊はね、あんまり便利だからといって、活用しすぎると、次も任せておけ。本当に活躍してもらえたときに、活躍できないのが本当に辛いですからね。はい。あれ、まだ白つゆこのモードなんだ。でもね、このモードももう間もなく終了となってしまいますからね。白つゆちゃん、よろしくお願いします。自分もまだ E4、3で勝利された方は見たことないですと。あれは処理取れるような
編成ではないのでね。なるほどな。まあ、いつぞやの、イベントのように、まあ、特攻装備が刺されば、ボスが落ちるとかね。まあ、そういったこともない限りは、敵艦隊発見か。まあ、多分 MA さんもそこら辺は多分考えてるんで、発艦始め。蹴散らすぞ。もう実力でね、倒せるかどうかを試されてるんだろうなと思われるんでね。攻撃隊発だ艦ったら、蹴散らすぞ。やってやろうじゃないかという感じでね、期待というんですかね、そういう意気込みでつもりです。この蝶々は芋ばっかりですね。ね。もう、お芋の季節も終わって今は実戦配備されたグラフ冬になってしまいましたけども、この戦果も当然の帰結だな。アトミラール。まあ、高いね、お芋も食べて栄養をつけていかないとね、まあ、冬はちょっと乗り切れないかもしれないんで、やっぱり食べることは重要ですから、食べることと、睡眠、そること。それがやっぱり、明日への活力となりますからね。なるほどな。それでは、今日3回目、今度もやってくれるでしょう。みんな頑張っていってね。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。よし、まずは基地航空隊のみんなから。よし、PT 軍もね、3隻、4隻、5隻、あと1隻のみと。出撃。フォーバーズ。オーバーと。ファイトですね。可動機はしっかり準備してきたからには、あとはもう気力でね、抜けないように、やっていくことが重要です。攻撃隊出撃。みんなも全力攻撃ですね。昼戦で今回はフィニッシュと。やる気モードで本当に嬉しいですね。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。グラフ・ツェッペリンのね、大活躍ですよ。リベが一番だって。提督さん。ね、普段はなかなかこう活躍の場面がね、見せられなくて、でも今回はもう大活躍で、嬉しいですね。提督、慶順大湯戸、戦列に加わりました。艦隊指揮、運営はどうぞお任せください。ね、大江戸さん、いつもお世話になっております。実はね、この海域でもう2回目なんですけどもね、水上偵察機にこうヒダルマが乗ってるってシュールなところなんですけどね。PT も嫌だけど、航空機の連動を溶かしてくる地球も嫌だな、涙。ね。やっぱりね、地球はちょっとね、許されないんですよね。絞り込め、ありがとうございます。これでね、あと1回ね。いついかなる時いただきまーす。その作戦が成功すれば、第2ゲージが取れるんですよね。大江戸さんですね。大江戸さん、イベントになるともう、
ね、作気合が戦計画概要入り方が違うんでね。ご説明します。ちょっと休息を取ってから追記をしたいので、ちょっとお待ちください。作戦計画概要をご説明します。先ほど装備の話をちょっとしたんですけども、なかなか海域が進みますとね、空母が出撃できなかったりするとね、制空権が取れないっていう、そういうことが、今回もそうなんですけど、多分出てくると思うんですね。で、その時に活躍するのが、陸上戦闘機っていうことなんですけど、やっぱりね、一式戦はやぶさ3型高の54戦隊、そして、一式はやぶさ2型の64戦隊ね。ネームドっていうこともあって、この2つは、最近ですとね、もう必須と言いますか、この2つがない制空権が取るのが非常に困難である。なので、本当にこのね、装備は本当ありがたいです。特に、これ皆さんもよくわかってると思うんですけど、戦闘行動半径がね、7というね、陸行並みの範囲を持っていますから、これが、やはりこの2つが強い、一番大きな理由ですね。なので、これに続く、強さを持っているのが、この、一式戦ハイブスター3型高ですね。こちらも、戦闘行動半径が6ということなので、偵察機と組み合わせれば、最大8まで飛ばすことができます。熟練度も、数値上では対空7とかしか書いてないんですけどね。最大で、16.5 ぐらいになるのかな。回収値を上げることで、先ほどのネームズと匹敵するね、制空値が叩き出してくれます。これはなかなか艦上戦闘機では出すことができませんので、なかなかこれを作るのもちょっと余裕ないって言いますか、時間がかかっちゃうので、前回のイベントで作ってたんですけど、今回もね、もう一つ必要になるかなぁなんて思って作っていました。ようやく8まで来てますね。先ほどの手法と一緒で、この装備もね、あと2つ上げて、それから、最終回帰にね、いけるように準備をしていこうかなと思います。それでは、遠征部隊が帰ってきちゃったね。ちょうどいい感じで帰ってきたね。大体こう、出撃してるときは、海上護衛任務、一番効率がいいね、弾薬燃料、取れますんで、出してます。かつお節さん、はやぶさ3号のマックス回収を2機作ったおかげでネジがいなくなったとね。そうですね。でもね、それに見合った、戦闘能力を持ってますから、多分ね、次のイベントも、大規模じゃないと思うんですけど、断言はできないんですけどね。でも、その次ですね、夏は多分大規模来るな、と思ってるんで、こんな感じ
まあその時は、まあ先ほどのね、陸上戦闘機、まあ絶対にね、ないと、制空権を確保しないと、多分ダメージがね、通らないような、そんな状況になると、ちょっと予想してるんで、今はまだ、まあ、制空権取れてればそれでいいんでしょうけど、それが取れるかどうかはもう陸上戦闘機の活躍にかかってきますから、できればね、もう一中隊あればね、完璧なんだけど、まあもう一中隊作るというのもね、かなり容易でないんだよな。アクティさん、どうも見に来ていただいてありがとうございます。今日はね、第2ゲージの輸送作戦、これがちょうど5回目の出撃になっております。そうそうね、幹部たちも疲れてきてる頃なんで、ちょっと油断しないでいきたいところなんですけど、さっきから危ないな。危ない。こうすると一発で持ってかれるからね。危ないな。初段で3発もらったとちょっと心臓に良くないんだよな。皆さん改めまして、こんばんはです。今日もね、来ていただいてありがとうございます。今回のね、イベントのちょうど多分真ん中あたりになるんだろうなとは思うんですけどね。まあ、ゆっくりめな攻略をしてるんで、まあ早い方ですとね、攻略終わったよって方もいらっしゃるとは思うんですけども。皆さんも頑張って攻略してると思うんで、私もね、それに負けないように強い気持ちを持ってね、攻略をしていきたいと思います。今回は警戒陣じゃなくて30陣で来てくれましたけどね。これはこれで火力出るんでね、怖いんですけどね。特に根球がちょっと怖い。危ない。根球をなんとか落として。この中で、一撃で持っていく火力持ってるのはこいつだけなんだよね。一回来るんだ。やられた。やったなぁ。やっぱりやるな。連休はさすがですね。簡単には攻略をさせてくれないですね。やっぱり右の方、これうまいな。もう入ればまた来れますんで、ここは出します。何気にすることはない。必然とはそういうものだ。一番なんですか？貴様。勝利の美酒。なんだその顔は。飲んでもいいですか？次も任せておけ。ですね。かつおびさんが言うように厳しい戦いがこれから続きますから、ぜひね、応援いただけますと、頑張ります。では、基地、木体からですね、ちょっと休ませてから行きましょう。3連休はね、油断できないんだよね。
補給は必要だ。いただきまーす。もちいただいとく。頑張ろう。抜かれちゃうと、だいぶ汚れちゃった。日本のお風呂いいわ。ね、小さな損傷でも少しシャワー浴びるわ。大きなダメージになることがあります。ちょっと汚れちゃった。これはシャワー浴びていい？朝潮の言葉なんですけどね。まあ、全くその通りです。すぐ直すから。メディテラニアンフリートフラッグシップコマンダンテスト。抜病いたします。あとはまあ私がよく使っている手としては、被弾をした、艦隊では、次もね、同じような攻撃をしてくる可能性があるので、カンナスの隊列をちょっと入れ替えたりするというね、ちょっとオカルトチックなところもあるんですけど、ティーマスは事故率がね、高いなぁ。ね、あそこ警戒陣で来られる場合も、雷撃でね、一回持っていかれてますんで。でもね、やっぱりそういった道中の厳しさ、特にこういう輸送作戦のね、厳しさというのは、守るものがあるがゆえに攻撃の主導権は常に相手側にあるという、こういう不利な状況ですから、それでも、支援艦隊がね、出せる分だけ十分、こちらに有利に働けるような戦いができますから、あとは、神主たちの、威力と、私の、気持ちが負けないようにね、攻略をしていく、それだけですね。ちょっと休息しないといけないんで、その間ちょっと装備のちょっと見直しをしようかな、と思うんですけど、今、グラフ・ツェッペリに搭載している流星回の、この一光線熟練ですね。実装当初は、もちろん雷装置も高くてね、一光線に搭載すれば、それに見合った性能がね、プラスされるということで、すぐに使ってみたくなったんですけどね。ただ一つだけ弱点があって、皆さんよく知っての通り、ネームドの場合は、射撃回避能力がね、ついてくるものも中にあります。でもその熟練は最初それがついてなくてね、本来、最終回帰に、投入したかったんだけども、そういうのないがためにね、先ほどコメントにもありましたけども、地球の対空でね、かわされてしまうと、もう熟練度が一気にはみ出てしまって、そうなってしまうと、これの熟練度上げがかなり大変でね、なかなか、熟練する出撃回数が多いものですから。であれば、ちゃんと、射撃回避能力を持った、艦上攻撃機。天山、新潟の友長隊ですね。これと、あともう一つ。
天山の村田隊ですね。前回のイベントで優秀だったこの星2つがついている村田隊、この三中隊、ね。3機揃えば負けるはずないだろうなんて、そういう思っちゃうところであるんですけどもね。でもね、どれだけ準備をしていても、勝てるかどうかはね、その時その時で変わってくるんで。彼らもね、今後活躍が期待と言いますかね、活躍してもらわないと、多分、最後のボスの一撃まで持っていくことができないだろうと思われるので、今は熟練度がちゃんとついてるからいいんですけども、ちゃんと熟練度つけて、活躍をしてもらいましょう。ネームドの回避はマスクされた数値なんでしょうかというご質問ですね。そうですね。通常では、画面では、表示されないので、実際には、撃墜数、計算ですね。制空値計算機とかっていう、サイトなんかもあるんですけども。でもね、ちゃんと、戦闘終了後に確認しないと、実際の撃墜数はその都度変わってきます。ただ、完全に全滅するという可能性はかなり低くなります。あくまで可能性といいますか確率になってくるので、できるだけね、出撃させるときは、熟練度を上げて、出すようにした方が活躍できるというのは、前回のイベントで嫌ということを味わされたので、今回もね、その戦訓を活かせるように戦っていきたいと思います。改めて詳しい数字とかそういったものは、これはご説明しませんけども、もし詳しい数字とかね、見たいと言われる方いらっしゃいましたら、これはどこにいればいいのかな。艦隊コレクションの攻略ウィキですね。そこで艦上攻撃のネームドの一覧ですね。出てますので、ちょっと、射撃回避だけは特殊能力になっているものですから、ある機体とない機体がやっぱり分かれてます。ある機体にはチェックがついていて、ない機体にはマップがついてない。そういった区分けになっています。必ずしもそれがあれば勝てるというわけでもないので、あくまで目安として使うようにはしています。あとは、そうですね、今基地航空隊で出撃させているこの、セットで、偵察機ですね、出してますけども、これにも意味があって、陸上攻撃隊の、攻撃命中率が、やっぱり変わってきます。陸攻4を出すよりも、水上、この偵察機ですね。セットで出すのが確実に攻撃力が上がります。ですから、最終回帰ではということでなくて、とにかく、今の編成上では、偵察機を必ず
機関グラーフ・ツェッペリン航空隊にもね、発動する。配置することが必要になってきます。なかなかね、基地航空隊も、まあ思えば数増えましたけども、銀河だけはいくらあっても敵足りないなと。私も3機、まあ3中隊持ってますけども、まあランカーやってる人ですとね、もっとこれでどうだ。持ってる方だとすればね、多分ここに6中タイプ出してきてもおかしくないだろうと。お願い。ちゃんとシュート見てた。外れた。ウェイ行きましょう。攻撃隊なかなかそういったまあ、ちょっとしたことなんですけどもね、まあ、少しでも攻撃力を上げる手段、まあ、特に先制攻撃をするために必要な準備が重要になってくるんで、私が一番働いてそれでなんとか数を減らしてやだジャービス。いかないとね、ほら見て私のどうしアドミラル。こちらが攻撃する頃には一番なのか。本来ダメージを出す感がね、損傷してしまうと、その最後の、まあ、ワンチャンもね、発生しませんから、まあ、そのためにも、まあ、基地航空隊、そして、まあ、先ほどもちょっとお話しした艦載機もね、敵艦隊発見か。それで、なおかつ制空権を確保するということもまた重要になってくるのでね。いやー、まあ、その、やれる装備の枠の中でやりくりして、なおかつ、まあ、最大火力が出せるようにしていけないとね。いけないんでね。よし、今回は2級からまず落としていくね。さっきやられたからね。よし、今回は初段も回避。攻撃隊出撃。フォーバー攻撃開始。うん行きましょう。あとはそうですね。外れた。行きましょう。攻撃隊発艦始め。行こうか。前回ちょっといろいろ試したときに、随分ね、いいぞ畳み込め。射撃回避能力を持っているものがネームドですとね、あったりするんで、試しに使ってみたりもしたんですけど、やっぱり立候よりほど火力は出なかったんで、思ったほど成果が出なかったなというのが、まあ、前回やってみた感想ですね。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな、アトミラール。ポーラですか。その間に、おっともう9時が回ってしまいましたね。でもね、もう最後まで来てるんで、ここはもう最後まで行きましょう。はいはい。白露型駆逐艦村雨だよ。みんなよろしくね。はい、村雨さん。この子もね、海二艦になると、ダイハツが搭載できて、本当に便利って言ったらいいんですけど、活躍してもらってますのでね。また、力を貸してください。なんとかね、まず事故率の高いティーマス、抜けられたんで、次はケイマスね。この抜けていければ、いけるぞと。制空権は、これはもう仕方がないと。しっかりとね、最後まで油断なく戦闘で開始です。よろしい。攻撃隊発艦始め。決裂ぞ。単獣人で来るか。そして地球もいるからな。フォーバー
画面上で右上出てる接触中、ちょっと消えちゃったかな。これも結構重要ですからね。これがありなしで、攻撃隊のね、命中率も変わってきますからね。よし、いいぞ。畳みよし、込あとは立球だな、立球だな。攻撃開始。そうめそうめよ。行きましょう。私攻撃隊本当は始めこいのよ。ねえ。攻撃隊出撃。まずは機関を落として、よし、いいぞ。よし、前半間を落としていくと。ですね。何？この私の戦果が。そうか。何？気にすることはない。必然とはそういうものだ。ガンクールはね、ちゃんとなんだ当ててくれますからね。ありがたい。うむ。次も任せておけ。リベが一番だって。あひひ、提督さん、褒めてよ。うんうん。もうリベはいつでも元気ですね。白つゆそして、また長女が出てきましたね。一番艦です。はい、一番艦です。白つゆ今日2回目ですけどね。よろしくお願いします。なるほどな。このね、最後の最後で、これ前回は心折られてしまったんですけども、敵艦隊発見。でも今回はよろしい。こうさせてもらいますよ。蹴散らすぞ。みんな、お願い。攻撃隊出撃。フォーバーズ。実は結構最新鋭だぜ。本物のな。よし。いけましたね。ふぅ。そうですね。勝信さん。まあ、ガンクードは本当にね、頼もしい実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。アトミラール。やったー。リベが一番だって。あひひ、提督さん、褒めてよ。結局この、空襲戦では、1回だけでしたね、完全勝利取れた。いやー、やっぱり、手強いな。そして、陸上をね、荷上げも完成して、あとは、実戦となりますね。なるほどな。それでは、決着をつけに行きましょう。第4警戒航行ジョルスで戦闘開始です。みんな頑張ってきてね。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。さあ、基地航空隊、蹴散らしていこう。最初の航空隊で4機落として、あとはピンティングが残っちゃってるね。よし、2機終わり。あと4機。出撃。フォーバーズ。反攻戦か。よし、いいぞ。畳み込め。わあ、今回初めてやられた。やられた。あしかしクラフここでやられたまだか。健在だ。攻撃開始。行きましょう。行きましょう。攻撃隊発艦始め。シュー。外れた。シュー。ポーラもやられてしまった。痛すぎです。
いぞ。畳み込め。飲まないでくれよ、まだ戦い終わってないからね。ちゃんと有効かな。お願いしはしません。打ちますよ。よくなって。ここまでは、ちょっと予想以上に粘られてますね。南西の風。よし、リベ、ナイス。縁起がいいよ。勝てるよ。やった。縁起がいいよ。勝てるよ。粘りましたね。野戦まで持ち込むところまでね、粘らせられるとね、野戦でしょ。やっぱりグラフ落とされたのがちょっと辛いですね。あれだけで攻撃回数が2回減らされてますから、向こうも分かってらっしゃる。リレを先頭に単純人本気でいくよ。 OK ですね。橋剣と、最後はね、期間を落としてくれました。みんな、本当にありがとう。フォーラはね、ちょっと中破しちゃったんで、やさぐれてしまうのも仕方ないのかななんて思いますけども。この私の戦果が。そうか。でもちゃんと、何他のみんながカバーしてくれたんでね。同志はドベル。必然とはそういうものだ。空色の巡洋艦がまた一番なのか。なんだその顔は。いや、何度でも嬉しいものさ。次も任せておけ。からしょ。まあ、実はこれ90ポイントなんですけども、A 勝利だと、足りなかったんですよね、実は。ですから、まあ、S 勝利取れて、本当にね、みんな頑張ってもらって、ちょうど第2ゲージ取ることができました。野戦なら任せておいて。かつおべしさん、S 勝利おめ、ありがとう、ありがとうございます。はい、さあ、この海域のね、ボスがね、現れましたね。ついにね。ということでね、本日はこの、第2ゲージ、輸送作戦完了ということで、皆さん応援ありがとうございましたということでね、まあ今回は今日ここでまず終了にはなるんですけども、次回ね、いよいよボスとの戦いになります。輸送ゲージ攻略、おめありがとうございます。一応、ボスを出すギミックですね。あと、ルートの短縮ギミックがあるんで、まあ、そこはちょっと、配信外でやろうかなと思ってますので、まあ、次回は、ボスのね、ゲージを削るというところを配信していこうかと思いますので、次回もね、ぜひ、期待をして見ていただければなと思います。それでは今日のね、いつものコーナーをやらせてもらいます。はい。ちょっと準備しますんで、お待ちください。はい、それでは本日の今日は何の日コーナーをやらせていただきます。はい。今日は12月20日、ブリの日となっております。まあ、ブリとは何ぞやと。もう、ね、皆さんよく知っていらっしゃる、魚ですね。日付は12月は、思想は、ブリが、魚辺に、水、20日が、部が2で、理、和が0からという当て字から、本日が12月20日になっているそうです。ブリは、群れで行動し、沖合水深100メートル程度の中層から低層を輸送するそうで、泳ぐ速度は時速40キロということですね。
結構早いですよね。季節によって海域を変える海遊行で、春から夏は沿岸域に乗って北上して、かつ冬から春には沖合を南下するそうです。ブリはね、本当にいろんな料理に使われてまして、刺身とかね、寿司、たたき、ブリしゃぶ、味噌漬け、焼きに、ね、大根にカルパッチョなど、いろんな食材として用いられていますから、皆さんもね、この時期、脂が乗ったブリ食べまして、健康をね、維持していければなと思う。かなり強引な日付設定なんですけどね。一生涯ソロプレイヤー3、ブリの日ならば、鮭の日もあったりするんじゃないかな。ちょっと、あんまり調べてないんで、もし、お暇でしたら、ちょっとね、調べてもらえれば、その日にまた、当たったら、流してみようかなと思います。そして成長に合わせて呼び名が変わる出世魚ですね。関東では、若し、稲田、わらさ、そしてブリと。そして関西では、つばす、ハマチ、メジロ、ブリという順でね、地域によって呼び方も違ってくるということで、調べてもらったんですね。かずおびさんありがとうございます。11月11日も、じゃあ来年の11月11日には、じゃあ鮭の日やろうかな。メモしときます。ブリの語源については、諸説あるそうです。油の多い魚なので、油のブラが転じたという説。古くは火に炙って食べたので、炙りが略されてブリになったという説などなど、いろんな説があるそうです。ポッキー、プリッツの日だと、記念日はね、いろんな日にちがあるので、いつもね、こういうのを楽しみに選んでおります。本日は、ブリの日をお送りさせていただきました。イラストもね、ちょっと可愛いのがあったので、使わせていただきました。本日は、多聞丸の、カンコレ多聞丸です。前段作戦の2、3第2輸送ゲージパート2をお送りさせていました。本日も最後までね、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。次回はいよいよ占領ゲージということになります。ちょっと準備しなくちゃいけないので、また、配信が、目処がつきましたら、ご案内をいたしますので、ぜひね、次回も一緒に攻略を見に行けてたらと思います。それでは、これで失礼いたします。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。